次に歩きと走りのアニメーションについても解説していきます。歩きも走りも基本的なアニメーション動作の一つです。動作の仕組みについて理解しておくと今後の制作にかなり役立つと思います。まず歩きのアニメーションを見ていきます。正面向きの歩きと横向きの歩きの2種類のアニメーションを準備しました。このアニメーションは2コマ打ちの16枚のアニメーションでできています。それではこのアニメーションを静止しながら歩きの各動作の流れを見ていこうと思います。まずはじめに左足に重心をかけた状態で右足を前に出します。前に出すときに足を伸ばしたまま前に出すのではなく、膝を少し折り曲げた状態で前に出します。足を伸ばしたまま前に出すとロボットのような硬い動きになってしまいます。右足を前に出した後、足を自然に伸ばします。そして右足のかかとから着地します。そうしたら自然と右足に重心が移動し、右足の裏と地面がぴったりとくっつきます。この時、右足を前に出した分だけ体も前に移動します。体を前に移動するのと同時に、左足も前に出します。右足と同様、膝を少し曲げた状態で前に出ます。ここで右足と左足が入れ替わり、左足も同様にかかとから地面に接します。そして左足に重心が移動して、左足の裏と地面がぴったりくっつきます。そして左足で地面を蹴って、足の前後が入れ替わり、また右足が前に出ます。この繰り返しです。腕や体の動きも同様に見ていきます。歩くときは腕も同時に振るのが自然です。腕は右足が前に出ているときは左腕が前に出ます。左足が前に出ているときは右腕が前に出ます。いつも前に出ている足と反対の腕が前に出ます。腕の動きと同時に胴体も動きます。左腕が前に出ているとき、左肩も前に出ます。右腕が前に出ているとき、右肩も前に出ます。胴体が動くので顔の向きも若干変わります。左肩が前に出ていると、顔は右側に傾き、右肩が前に出ていると、顔は左側に傾きます。この傾きは描写しなくても問題ありませんが、この描写をするとよりリアルな歩きの動作に見せることができます。次に重心の移動に注目して正面の歩きを見ていきましょう。歩きの動きの中には片足だけで体を支えている時があります。この時重心は右足に移動しています。なので体全体が右側に傾きます。この両足で体を支えているときは重心は中央に移動します。
の左足だけで体を支えるときは重心が左に移動します。こういった原理で歩きの動作では体が左右に揺れています。次に関節の動きについて詳しく見ていきます。これは横から見た腕の図です。腕を動かす際は関節を意識する必要があります。腕は肩や肘の関節を支点にして円形に軌道を描いて動きます。足についても同様に股関節や膝を支点に円形に軌道を描いて動きます。途中で腕や足の長さが変わらないようにこういった動きを意識することにより自然に見せることができます。歩きの動作を書くときにもう一つ注意する点があります。それは頭の高さについてです。こうして再生してみると頭が上下に動いているのがわかると思います。この上の線が頭が一番高い時の線で、下の線が頭が一番低い時の線です。これは動作の中で足の位置が変わることで起きる変化です。頭が一番低い時、両足を前後に広げています。反対に頭が一番高い時は片足が体に対してまっすぐ伸びています。足が体に垂直に伸びている時が一番背が高く見えるのは自然だと思います。こうした上下運動を意識することで自然な歩きを作ることができます。また、歩いている人物を顔のアップで描く場合もあると思います。この状態だと実際に歩いている足は見えませんが、この上下運動と手の振りから歩いているシーンだとすぐにわかります。顔の部分だけで描くときは少し動きが描きづらくなるので、歩く動作の仕組みをしっかりと把握しておくことで描写がしやすくなると思います。歩きの動作は基本的な動作であると同時に、人物の性格や年齢、感情などを表すのにとても効果的です。例えば自信家な性格のキャラクターは胸を張って大股で歩かせてみたり、おばあちゃんのキャラクターは杖をつきながらゆっくり歩かせてみたりすることができます。落ち込んでいる時はうつむきながら歩いて、いい気分の時は元気よく腕を振るなどの表現も可能です。こういった表現は基礎を知っていてこそ応用できる部分です。歩きは日常的な動作なので、自分で動きを試してみるのが動きの理解に一番いいと思います。体の動きを意識しながら歩いてみたり、自分の動きを撮影してみたりして理解を深めていきましょう。これで歩きの動作についての解説は終了です。次に走りのアニメーションについても解説していきます。走りのアニメーションも歩きの時と同様に正面向きの走りと横向きの走りの2種類のアニメーションを準備しました。このアニメーションは2コマ打ちの10枚のアニメーションでできています。それではこのアニメーションを静止しながら走りの各動作の流れを見ていこうと思います。走りのアニメーションは全体的に歩きよりも振りが大きくなっています。上半身は少し前傾姿勢にして前に体重を乗せて書くと自然になります。まず右足で地面を蹴って左足を大きく前に出します。こ
この時足を大きく踏み出すとしっかりした走りになり、小さめに足を踏み出すと小走りのような印象になります。次のセルで膝関節が少し広がり、右足も同様に地面を蹴り上げます。この時両足とも地面についていないのが特徴です。次に左足がまっすぐ伸びて